ドイツに駐留している米軍が1年以内に5000人消えるのだ。3万6000人いた兵士のうち 15% がいなくなる計算なのだ。そしてトランプはイタリアもスペインも削減すると続けたのだ。5000人って欧州全体の米軍が崩れていくってことですか？ NATO って大丈夫なんですか？これ日本にも関係してきますよね。今日はこの米軍欧州撤退の話を掘り下げるのだ。なぜトランプはよりによって今同盟国ドイツから軍を引くのか、そして日本の防衛費と僕らの家計にどう直撃するのか、全部つながる話なのだ。まず今回の経緯を整理するのだ。事の発端は2026年4月28日、ドイツのメルツ首相が放った一言なのだ。アメリカはイランに対して明らかに戦略を持っていない。イランがアメリカを屈辱している。こう発言したのだ。同盟国なのにアメリカの外交政策をそこまで公開批判するってかなり踏み込んだ発言ですよね。普通そんな言い方しますか？かなり踏み込んでいるのだ。しかもメルツ首相はイランが核兵器を持つことをアメリカは容認しているというニュアンスまで示唆したのだ。これにトランプが即座に反応して、彼はイランが核武装してもいいと思っている。自分が何を言っているか分かっていない。と怒鳴り返したのだ。翌日、トランプはドイツへの駐留削減を検討中、近日中に決定すると投稿し、その翌日にはペンタゴンが5000人を12ヶ月以内に撤退させると正式発表したのだ。口から行動までわずか3日なのだ。3日って、ちょっと待ってください。国際軍事レベルの決定が、首脳の一言で3日後に動くって、もはや個人の怒りで同盟の形が変わるってことじゃないですか。その通りなのだ。しかも今回の撤退には、もっと深い構造的な背景があるのだ。トランプが怒っているのはメルツ首相の発言だけじゃなくて、ヨーロッパ全体が、イスラエル、米国対イランの戦線でほとんど協力しないことへの不満なのだ。RFI によると、ホルムズ海峡の防衛にも欧州は消極的だとトランプは見ているのだ。ここで重要な数字を並べるのだ。現在ドイツには3万6000人の米兵がいる。イタリアには1万2662人。スペインには3814人なのだ。今回5000人撤退でドイツは約 15% 減。そしてトランプはイタリアとスペインについても、おそらくやる。なぜやらないんだと明言しているのだ。イタリアには1万2000人以上もいたんですか。それが全部削られたら、欧州の安全保障の地図が根本から変わりますよね。NATO って実質アメリカの軍事力が支えてたんじゃないですか。実質そうなのだ。NATO の集団防衛という概念は、アメリカの核抑止力と前方展開する米軍が革新なのだ。例えるなら、学校のいじめ防止委員会が、一番体格のいいメンバーが、俺も行い、と言い出した状態なのだ。形は残るけど、実行力が根本から変わるのだ。面白いことに、EU は声明で、欧州における米軍の存在はアメリカ自身の利益にもなる、と反論したのだ。つまり、あなたが撤退したら、あなたも損しますよ、という戦略的説得を試みているのだ。でも今のトランプにそれが刺さるかどうかは、僕には疑問なのだ。でも先輩、逆の見方もできませんか？ドイツやフランスが、もうアメリカ頼みじゃダメだ、と本気で自前の防衛を強化するきっかけになる可能性もありますよね。長い目で見たら欧州が自立する天気かも。鋭い視点なのだ。実際、ドイツはすでに国防費を GDP 比 2% 以上に引き上げると宣言し、メルツ政権は防衛増強に舵を切っているのだ。フランスはずっと欧州独自の核抑止力を主張してきたのだ。今回の撤退発表はその動きを加速させる可能性がある。でも問題はスピードなのだ。欧州の防衛自立には10、20年かかる。その空白期間に何が起きるかが怖いのだ。そしてここで日本の話につながるのだ。ここまでの流れを整理するのだ。メルツ首相の批判発言、トランプ激怒、3日でドイツ5000人撤退決定、イタリア、スペースも示唆という連鎖なのだ。NATO 体制の根幹にひびが入り始めているのだ。ここからは、この動きが日本に何をもたらすかを見ていくのだ。日本への第一の影響は、日米安保の信頼性が問われることなのだ。欧州の NATO 同盟国でさえトランプの怒りで削減されるなら、日本も同じことが起きないという保証はどこにもないのだ。実際トランプは第一期政権でも、日本は不公平に守られている、と繰り返していたのだ。それって日本が防衛費をもっと上げろという圧力につながりますよね。今でも増税で防衛費を増やしているのに、
さらに、足りない、と言われるんじゃ納税者として納得いかないです。そこなのだ。日本はすでに2022年の安保3文書改定で GDP 比 2% 目標を掲げ、2027年度には防衛費が年間約8、9兆円規模になる計画なのだ。これは2022年比でほぼ倍増なのだ。その財源の一部は増税や国債なのだ。ナットゼロ崩壊が加速すれば、さらなる上積みを求める圧力が日本にかかる可能性があるのだ。家計への直撃をもっと具体的に言うのだ。防衛増税の主な財源は、法人税、所得税、タバコ税の3本柱なのだ。所得税に関しては、2027年以降に1人当たり年間約数千円の上乗せが想定されているのだ。さらに NATO 崩壊で地政学リスクが高まれば、円が売られて円安が進む。1ドル、10円の円安で輸入物価は約3、4% 上昇し、食費や光熱費に響いてくるのだ。ちょっと聞いていいですか？ずんだもん先輩って、今回のトランプの行動、個人的にはどう見てますか？同盟国への圧力戦術として合理的だと思います？それとも本当に、米国ファストの感情論なんでしょうか？僕の率直な見立てを言うのだ。これは感情論に見せた戦略だと思うのだ。トランプは怒りを使って同盟国を動かすというパターンを何度も繰り返しているのだ。関税でも NATO 負担でも同じ手法なのだ。怒っているのは本物だけど、その怒りを政治的な交渉カードとして使っているのだ。ただし、カードを切りすぎると本当に同盟が壊れる。それが今回の怖さなのだ。歴史的文脈でも見ておくのだ。1960年代にもフランスのド・ゴール大統領が NATO の統合軍事機構から脱退し、欧州はアメリカの核傘に頼るな、と主張したのだ。あの時は米ソ冷戦という構造があったので、最終的に欧州はアメリカへの依存を維持したのだ。でも今は冷戦の相手がいないのだ。ロシア、中国、イランと複数の脅威が並立する時代に、アメリカ一強の傘、ガチ陣でいく構造は1960年代より深刻かもしれないのだ。冒頭でドイツから5000人が消えると言ったのだ。でも本当の問題は数字じゃないのだ。3万6千人から3万1000人になるというより、トランプの起こり一つで同盟の形が変わるという事実そのものが NATO の抑止力の根幹を揺るがしているのだ。抑止力とは相手が攻撃を躊躇する確信なのだ。その確信がもしかしたら米国は来ないかもに変わった瞬間、世界のリスク計算が変わるのだ。今日覚えてほしい数字は3つなのだ。5000人。今回のドイツ削減数 15%。これがどれだけの割合か。そして10、20年。欧州が防衛自立するまでにかかる時間なのだ。その空白の10、20年に何が起きるか。これが今年から30年代にかけての世界の最大リスクなのだ。今日の話を聞いて、日本もいつか同じ圧力をかけられるかもって思ったら、私は個人的には自国の防衛への関心を今より持つべきだと感じました。でも同時に、防衛増税で家計が痛むのも事実で、正直どちらを優先するべきか、簡単には答えが出ないです。正解はないのだ。でも一つだけ確かなのは、東洋州の話だから関係ない。では済まないということなのだ。今日のコメント欄に、日本はアメリカの軍事的関与をもっと求めるべき、か、自主防衛を強化すべき、か、どちらだと思うか書いてほしいのだ。答え合わせは、この問題が次のフェーズに入った時にするのだ。明日はイラン戦争とホルムズ海峡の最新情勢を扱うのだ。チャンネル登録と高評価で待っててほしいのだ。また明日、なのだ。